最接近してるけどな。ありがとう。釣ったうなぎ食った以来かもしれん。豊岡市に入りました。来た来た。カツオ生誕の地。豊岡市はでも九州合併でだいぶでかくなってるから。お、見えた見えた。ガジマドームでかい。ガジマドームでかっ。何をするドームなんだ。運動。こんにちは。こんにちは。こんにちは。もうなんかテーブルでぐって。あ、男の子だこの。女好きやん完全に。うめえ。マンゴーラッシー。美味しい。抹茶ラテ砂糖抜きどう？美味しい。うん。酒屋。地酒。あります。スルメあります。見てみる。こんにちは。おお。これどう？かすみつるのスパークリングいいね。500ミリリットルだって。ちょっと小さめの瓶だけど。一個一個手書きで説明書いてあるのすごいね。その説明の文が詳しい。めちゃ詳しい。あ、この辺結構酒屋さんは初めてだ。全部この辺の酒なのかな。うまそうなお酒けど。豊岡の酒屋さんで。ありがとうございます。HP101 突っ込まれた。面白い帽子ですね。コウノトリ通りみたいな。カバンストリートじゃない。カバンストリートでもある。ここが気持ちよさそう。そう今ね絶賛モフモフがすごい具合がいい。コンディションバッチリの。あれ首についてるのあれタグ？これね、そうそうエアタグみたいなやつで。ゆうちゃん。水木さんたちが誰って顔してる。初めてだね初めてだね。お来た来た来た。ゆっくりだね。猫らしからぬスローペース。お指なめの。めっちゃ丸いね。そうなの。でもちょっとびっくりしてる。じゃあちょっとやめて。いいもうないけど。拙者この耳の後ろとかね、ほっぺたがモフモフ。ありがとう。ありがとう。急にボンゴのウィンカーつかなくなっちゃって、めっちゃ焦った。このままだと走れないから、ちょっとどうするか今考えないといけない。このガソリンスタンドに一旦相談してみて。あ、着いた。あれ着いた？つかんくなったよね。さっき一切つかなかったよね、直前にさっき今ねハザードを試したんよ。その次じゃね今ついたの。確かに。何だったの？でも怖い。まあでも一旦このまま行ってみようか。そうだね、気をつけながら。
それはマジでさっき焦ったけどさ、焦った治ってよかった、とりあえず今普通についてる。何だったんだろう、本一切ウインカーつかなかったからね。当。カチッてやってももう何も無反応みたいな状態だっ今お盆中だからさ、多分整備屋さんも休んでんじゃん。た。お盆明けの修理完了まで豊岡滞在かってちょっと思っちゃって、頭をよぎった。旅強制終了みたいな。ちょっと内心って思ってたよ。そう今日は豊岡を出て大阪方面に向かうんだけど、明日大阪に用事ができたので、俺のいとこの家に遊びに行くっていうそういう用事ができたので、その大阪に行く途中にある山の上で今日は寝ると。なんで山の上かっていうと涼しいから。そう山の下だともう寝れない。こういう平地とかだと悟った。暑すぎて無理です。悟ったよね。悟った。無理だよね。優雅に歩きよった。コウノトリさん、豊岡の鳥、田島の鳥かな。おいコウノトリいる。コウノトリがいっぱいいた。これ右曲がってみよう。コウノトリめっちゃいっぱいいたんだけど。そう。いやほんと川の中で水浴びしてた。内輪差気をつけてな。そーっと行こうか。そーっと。ここにもいっぱいいる。やばくない？でかいよね。あそこにコウノトリいるわ。魚もいる。多分この魚を捕まえてるんじゃないかな。あ、近づいたら飛んでっちゃった。7羽も一気に見れたわ。北海道で見た鶴に似てるね、やっぱ。感動だわ。今朝もホテルから見えたんだよね。一匹だけ。1羽。この時1羽だけだったね。あのコウノトリちょっとあれだね、汚れてるね。百戦錬磨な感じだったね。今日泊まるところも兵庫県内だよね、確かね。丹波篠山。丹波篠山。なんか今日ね、特大の祭りがあるらしいよ。らしい。盆踊り踊るって言ってたね。音聞こえるかもね、もしかして。かも。篠山城だっけ。そのお祭りがあるらへんからもう峠登ったところで今日車中泊する予定なんだけど。福知山って京都なんだ。あ、そっか。今京都に入りました。福知山市京都。もうだって俺そう兵庫県がこういう形してて、こう京都入ってまた兵庫に戻るみたいな。京都のポコンってしてるとこに今来てるっていう。特急っぽいね。ね開いてますかね。え。ね最高じゃん。源泉かけ流しってことかな。こんな800円。あ、てかそこに下駄箱100円に下駄箱か。なんかすごいねここ。バイバイ。激込みだった。この前はね、結構ばらけてた。今また兵庫県に戻った。篠山市。あの山登ろうとしてる、もしかして。あっちの方入ってくる。あっちの方か。あ、鼓膜がゴリってなった。あ、標高上がっ気圧変わった。着いた。着いた。
大田原広場。ソーラーパネル設置してあるな。ボットン便所なんだ。あーすごい。ここから雲海見えたらめっちゃ綺麗だよね。滝連山 O2。ここが現在地。とりあえず飲もう。大江戸温泉泊まってる間にコインランドリーで洗濯したのをそのままここにぶち込んであるから、まずちょっと整理しないとな。夕飯は作らないんだよね。食べなくていいお腹いっかなって。ぱいだから。お昼めっちゃ食べた。朝もめっちゃ食って海子がその後お昼みんなでカレー屋で食べたんだよね。卵あったっけ？卵はまだあるよ。卵かけご飯。エビってどこあったっけ？エビはキッチン下の棚。これさ、これご飯にのせてさ、醤油かけてちょっとうまそうじゃね？多分めっちゃ合うと思う。日本酒と合いそうで。食べれるね。あ、ちょっと折り絡んでる。商店街みたいなとこで買ったね。明らかにいい感じの酒屋さんがあってね。おお、発泡してる。乾杯。乾杯。乾杯。お疲れ。おお、すげえこれ。これね、日本酒じゃないみたい。あ、飲ん本で当？みて。一口飲んでみ。ちょっと甘酒みたいな香りがするな。うまくねこれ。飲みやすい。霞鶴山ハイ純米スパークリング濁り。これ半端ないっすね。めっちゃうめえこれ。涼しいわ今日。明日はちょっと天理スタミナラーメンを中心に予定を考えた。通って気になっただけ？気になったと私は記憶しているんだけども、まあどっちでもいい。どっちでもいいか。それで気になったんですよ。それで気になった。俺のいとこの家に朝ってか明日行くことになってんだけど、10時45分に出れば開店前に着くと。でそういうスケジュールで行く。明日はラーメン食べた後はもう一気に東に進む。明日はこんにちは入れたら多分うまいと思う。絶対うまい。でふりかけに小エビとか入ってるもんね。うまいわこれ。うまそう。エビ玉ご飯うまいわこれ。スライドドア開けたところのすぐ前にファンを設置して外の涼しい風を車内に取り込むようにしてみました。気温はね、さっきまで28度台だったんだけど 27.5 度、結構下がってきた。湿度はさっきからあんま変わってないですね。 70% 超えてるので不快酸が出てます。普通は寝ました。歯磨いた？磨いたよ。歯ブラシ取ろうか。欲しい。はい、ありがとう。フロスも使うよね。はい。
なんと26度。最高。湿度がちょっと高いけどね。なんかさっきより 5% ぐらい上がってるよ。うん。あ、まあでもこの気温なら寝やすいよ。うん。じゃあおやすみなさい。おやすみ。あ、電気消すね。おはよう。なんか雨とさ、なんか音楽の音しない？がっつり降ってるっぽいね。うん、雨がっつり降ってるね。いいね、おっさんが引っ張ってきた。これから大阪に向かうね。そう、いとこの新築マンションにちょっとお邪魔して、う赤ちゃんが生まれたらしいからお会いしに行きます。ん。イノシシ鍋食べたかったんだけどさ、うん。予約しないともう人気すぎて入れないっていう情報あったから諦める。特にお盆だし絶対無理だよね。昨日のなんかお祭りの気配は一切しなかったよね。ちなみに。しなかったね。本当にやってたのかな。うん、やってたかな。昨日とちなみに今日もやるらしいよ。あ、2日にわたって。そう。新淀川。川の向こうが一気にビル街だ。ビル群。ねだね。川マンゴーとかいっぱいある。タワマンゴー。3.9 メートルなんか言ってきすぎじゃない？結構ぶつかった後あるのかな。ああ、なるほど。一挙じゃ足りない。強調しとかないとみたいな。前から気になってたラーメン屋にね。天理ラーメンね。天理スタミナラーメン。天理スタミナラーメンね。うん。天スタっていうらしい。大阪城、大阪城。ああ、見えなくなった。これあと見える。見えるな。はい。あ、見えた。あ、見えてなった。あ何あれ、猫がおる。でかっ。猫でか。ここのタイムズでもいいか。あ、確かに。これもいいんじゃない？止めやすそう。ね、書きやすそうだよね。いくら？24時間500円だって。東大阪市だって。猫ちゃんが。ちょっとグルちゃんに近い。お茶子。小坂駅北口、その右側にあるはず。天理スタミナラーメンあった。11時半からで。まだ光ってないね。11時20分。光り始めたね。一番乗り。券売機とかではない。スタミナラーメン行こう。
豆板醤。別豆板醤もある。ニンニク。きたー。ニンニクはもっから入ってるっぽい。うん。これは白菜。ニラも入ってるね。こっちが豆板醤。俺はなしにできた。ちょっとピリ辛いの苦手だから。これは新しいかも。今まで食べたことないわ。そう入れてた。白菜だよね。よしよし。うまいし、こんな濃すぎない。お待たせしました。ありがとうございます。ごちそうさまです。天のに一歩手前。結構飲んでる。こっちがちょっと辛かったよ。あ、本当。じゃあ抜きにしてちょうどよかった。大満足です。スタミナラーメンって名前だからもっと爆盛りなのかなって思ってたけど、量的には思ったより少なかった。ラーメンはそうだいたいみんなね、常連さんスタミナセットっていうのを頼んでて、チャーハンとかご飯系とセットになってるのがあって、それを頼むと満腹になりそうな感じ。ほらこれとかさ、これとかめっちゃ多い。通りすがる人のチャリにも、チャリに傘スタンドついてるわ。60分以内だったから200円だった。アクアライン通行止め。台風今来てるんか。はい。今んとこ平和そう。キャラバンも平和そう。軒下。無事。チャイはおらんね。チャイはいないね。チャイはおらん。来てるね、来てるね。今これ最接近してるから。千葉に。あー、やばいね。やばいね。ここの後は。この後横を抜けていくんだ。千葉が。まあこの後やばいやばい。がすごいね。夕方ちょっと巻き込まれながら。夜は落ち着いていく感じかな。スイーツの時間。温泉行きます。今日は三重の山奥に泊まると。なぜなら山奥は涼しいから。何周目っていうこの会話。意外と駐車場空いてるじゃん。東吉野村。領収書。バイバイ。三重県入ったね。やば。めっちゃ山。松阪市って松阪牛のところ？もしかして。ね。これは、
開けて閉めていくんだ。そうそうそう。あ、そっちに開くんだ。温泉の入り口にクマの出没注意って書いてあったんで、あ、あった5月に出た。マジか。5月と1月ちょっと気をつけないかんね。いるかもね。うん夏だからもう絶賛活動中でしょう、クマ。中央構造線は関東から九州に伸びる巨大な断層です。断層なんだ。異なる地質の境界線になっている断層。あ、なんか色が全然違うから見たらはっきり分かれてて分かるらしい。何ここで 900m、 車で 3.8 キロ。へえ。この道行ったら中央構造線。うわ。いける？いけるか。自分にも当たった。窓から入ってきた。良さそうだね。ここもなんか優勝してるじゃん。ここも優勝候補だね。うん、なんか眺めよくていい感じ。これ結構優勝候補じゃん。あ、トイレあった。あ、あの回ってるやつだ、くるくる。あ、車結構いる。今の優勝候補に行く俺ら。あり。あー、キャンプしてる、あーキャンプしてる。キャンプしてるわちょっとこれはね、入っていきづらいでやめた。す。優勝候補行きましょう。優勝しちゃってるね。もう先に優勝しておられる方々がいらっしゃいましたので、じゃあ今日はこちらで私たちの優勝ポイント。準優勝優勝優勝だね。キャンプ地みたいのもある。前の方にテント張れそうなスポットみたいな。うわー、すっごっ。バナナ食いて。Thank you。あ、このおチョコでね。うん、そう、いいっしょ。これうまいよね。うまい。
ね、むしろ寒いんだけどここ。うん、長袖着てちょうどいい。やばい、なんか生姜が凍りついてんの。ハティーハティーハティちゃんを酒少々しまできたー。多分ね、魚はこっちの方が合うと思う。あー、そうかも。これはね、食前酒には最高。乾杯、乾杯酒。これはもうなくなるけどね。鳥浜酒造。いただきます。キノコうま。うん、魚の出汁でね。はうわ、完璧じゃんこれ。あ、顔肉。うん。蛾が飛び回ってる。休み。お願いしてよかですか。あ、逆側。そうそう、そこそこ。やば、激混み。込みかも。松阪定食水おろし。いただきます。ご飯おかわり自由だって。ね、大盛りと普通盛りがそんな変わんないように見える。これうまかった記憶がある。
車だね。満車大人気。伊勢茶買いました。茶畑の斜面が。そういえばさ、牛見てないよね。牛舎とか牛とか。牛。うん、松阪牛なのに、牛見てないよね。見てない。うん。斜め右方向です。名古屋方面です。ここが一番街だっけ。これがこれ駅か。みんなこれ水族館並びだね。うん。水族館の第二駐車場に入りたい人たち。こっちから乗るの初めて。続いて予約してないんですけど。一時の船が遅れてまして、はい一時の便間に合うんですよ。あ、じゃあ乗ります。よろしいですか。はい。チケットを2階で購入してください。はいで購入したらまたすぐにお車をお持ちください。はい。 3番の列へお願いします。はい。やったー。なんと1時の便が遅れてて、今ちょうど1時ぐらいっしょ。ちょっとパパッと券を買ってこよう。うん。あ、ここから登れるみたいだね。なんと1時の変えてしまった。結構ギリギリだね。あー、いっぱいだ右ですか？右、はい。本線左側に見えます島は答志島でございます。この答志島は三重県最大の人の住む島で、島民の多くが漁業に従事している漁業の島です。1時間経ってないやん。ぴったり着岸するところまでで1時間。海上保安庁さん休憩してる。よかったね。1時間早く着いた予定より。ね、1時の便諦めてたからね。うん。そしてここは思い出の地。タイヤがタイヤの傷に気づいたのがこの辺だったね。この辺の温泉。温泉だよね。うんうん。おお。そう綺麗。で前このさロコステーションってとこでさ海入ったよね。入ったドフラットの時そう。水浴びね、急に海入りたくなったから。うん、気持ちよかった。今日はお盆の最後の土日の土曜日なんでう渋滞がすごいんですよ。ん、そうだね。当面予想25キロ以上とか出てるから午後から深夜にかけてこれからだね、まさに。これからすごいんです。特に御殿場、静岡から神奈川に入るあたりから大渋滞になるはずで、高速に乗って渋滞の直前ぐらいまで行きます。で一旦仮眠をして渋滞がちょっと落ち着いたぐらい。仮眠とシャワーね。あ、そう、シャワ渋滞が落ち着いてきたあたりに出て夜から朝にかけて移動すると。湖西シティ、静岡県に入ります。ー。浜名湖。あれ浜名湖、この下激流なんだよ。あ、本当だ本当だ。本当本当だ本当だ。これがバーンってこ浜れはね名湖ね。危険地帯。この橋の下はカナルってところに行きます。はい。浜名湖カナルオートキャンプ場、マリーナが併設されてて、カナルオートクラブ。あ、めっちゃ羽がある。全然車いない。ここがキャンプサイト。うんうん。
目的地は右側です。お疲れ様でした。これマリーナやってんのよ。はいはい。社長。わあ、すごい綺麗。ここで前やりましたもんね。あ、ここでやったの？そう、ここでね、ホルめっちゃうまい地元のホルモン。すごい。ちょっと社長ね、のどぐろ釣りがうまいって聞いてるんですけど。のどぐろ名人なんですか？日本一だそう。ちょっと今度連れてってくださいよ。涼しくなったら。ありがとうございました。お邪魔しました。急に。ありがとうございます。涼しくなったらのどぐろ釣りに連れてってもらおう。いや、もう絶対のどぐろ釣りに連れてってもらおう。のどぐろは好き。のどぐろ好き。ね。あれ、山七あった。右方向で車が続いて目的地は左側です。営業中、営業中。目的地は左側です。素晴らしい。お疲れ様でした。極上のうなぎ食べるぜ。あ、甲子園見ながらうなぎ食えるの最高。これであれですよ。これであれだ。今日は灼熱の車中泊になるけど大丈夫。本当にうなぎ自身みたいな。おお、白焼きってね、普通に焼いただけみたいな。うんうん。おー、いいですね。秋も薄いですね。ついに念願のうなぎじゃん。念願のうなぎ。夏バテ対策や。みんなうなぎの味だよ。こちら。うなぎなんて久しぶりだわ。釣ったうなぎ食った以来かもしれん。それはだいぶ久しぶりだね。こらうまいわ。ふわふわです。ちょっと白焼きの味も気になる。あ、どうぞどうぞ。何もつけないうなぎ初めて食った。あ、塩もいいね。ね、すごいいいよね。うん。めっちゃ美味しいこれ。油すげえな。油がよくわかる。うん。はい。ありがとう。皮のところもプリップリよ。ごちそうさまでごちそうさまです。す。うまかったな。大満足や。高速手前でガソリンを入れました。入れました。これでなんか意外と今日中に千葉まで帰れそうな予想は出てるけど、そうなんや。この後渋滞がどうなるか次第だよね。渋滞との戦いで、これで静岡方面じゃあ、結局さ、ウインカーも大丈夫でよかった。合流します。ね、うん、絶好調だよ、ボンゴさん。絶好調。むしろあれは何だったのかっていう。海子ずっと運転してるからさ。でも今絶好調だよ。うなぎでもう絶好調。うなぎで覚醒した。もう実はあれ、俺も一切眠くないんだ。あ、本当。うなぎ食ってから超元気でさ。超元気だよね。ふずい。運転手交代。藤川。うわ、富士山がでかくなった。観覧車でか。800メートル道なりです。お疲れ。ヒュー。うなぎのおかげで。あー、来た来た来た。来たね、来たね。渋滞ゾーンだ。また渋滞？え？中。落下物？落下物処理中。すごい。マジで大変これ。これさ。なんかいろいろ起きてるね。神奈川県。来た。来た。果たして本当にシャワーがあるのでしょうか。あるんでしょうか。食事で一回寄ったことあるかも。シャワーは初や。そうやね。
ありがとうございます。やっぱ女性の方がフロント受付が必要。受付必要。女性用のコインシャワー、これお手洗いがついてる。300円で10分。で渋滞もそんなにしてない。それ意外だよね。全くゼロではないんだけど、頑張って帰っちゃうかもこれ。うん、思ったより渋滞がそう。緩いので帰りますか。まもなく